はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報について、共有の方をしていきたいと思います。海外の公式テレグラムおよびディスコードの方から僕の方で重要だと思ったものを抜粋してですね、紹介の方をしていきますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。フォロワー2000人突破、約束通り、FIP01、ガバナンス提案のシミュレーターをリリースしますということで、フレアスペースの方からですね、配信の方ありました。これですね、フレアスペースの方が、フォロワーの方がね、2000、超えたら、このアプリケーションをですね、公開するということで、前々からね、配信の方はあったんですけども、ついにね、2000人超えたので、これからね、ローンチしてくるかと思います。で、今見た段階ではまだ見ることができなかったんですが、今後ですね、出てくる可能性があります。フォロワー2000突破約束通り FIP01 シミュレーターをリリースしますと、明日はどうでしょうかということで、11月2日の配信になりますので、3日、本日ですね、もしかしたらローンチされるかもしれません。これがね、ローンチしたら、実際にね、あなたが受け取る FLR がね、ガバナンス提案によってどう変化するかっていうのをね、アドレスを入力したりすることで見ることができるようになるようです。ですので、これがね、またローンチしたら僕の方でまた、まとめて動画の方を撮っていきたいと思います。はい、で続いて約束通りソングバードドメインの送信トークンのページに FLR ファイナンスによる2つのトークンを追加しますということで、これはフレア関連のドメインサービスのね、ローンチが前されてて、それに関してですね、今回、EXPI とね、スフィンっていう FLR ファイナンスのトークンがね、使えるようになったようです。だからそれを使ってドメインの方を購入することが、できるようになったっていうことかと思いますが、これがね、まあ、どのように、機能するのかっていうのはまだね、ちょっとよくわからないところもありますので、また情報の方出たらですね、共有の方していきたいと思います。はい、で続いてですね、こちらが結構でかい、ニュースになるかと思います。フレアネットワークスが、Google クラウドのパワー、セキュリティ、スケーラビリティをベースに、分散型総合運用のためのシンプルで一貫した機能を開発者に提供するブロックチェーンをどのように立ち上げたか、お読みくださいということで、Google のね、提供する Google クラウドっていうクラウドサービスと、連携するということで、配置の方がね、Twitter の方からありました。で、こちらのね、今回の動画の概要欄の方に元記事のリンク貼っておきますので、そちらのリンクね、クリックしていただいて、で、このクラウド google.com ってところを見ればね、元ページのね、内容の方を見ることができます。で、こちらがね、僕の方で和訳したものになりますので、ちょっとですね、ご紹介できればと思います。フレアネットワーク Google クラウド上で動作する画期的なプロトコルでブロックチェーンに勢いを与えるということで、フレアはブロックチェーン技術の将来を見据えた研究機関としてスタートしましたと。で、その結果、独自のプラットフォームを開発して分散型総合運用のためのシンプルで一貫した構造を開発者に提供するブロックチェーンフレアネットワークスを立ち上げました。で、フレア上の分散型アプリケーション、価格やブロックチェーンの状態などを、フレアネットワーク外の情報に安全にアクセスでき、高い安全性と総合運用性を備えたマルチチェーン及びクロスチェーンのソリューションの確立に貢献しますと。で、フレアの上に、構築することで、あるブロックチェーンから別のブロックチェーンに価値を運ぶ、橋を設計することが可能になり、ユーザーに安心感を与える分散型保険が、実現できることもメリットの一つですと。で、フレアはユーザーのリスクを軽減することで産業としてのブロックチェーンが数億人のユーザーに拡大して、金融から医療まで複数の分野に、恩恵をもたらす可能性を実現できると考えていますと。だからこそ私たちのモットーはコネクトエブリシングなのです。すべてをつなぐって意味ですね。で、フレアは新しいスタートアップですが、顧客のために企業のレベルのセキュリティと可用性を維持していかなければなりませんと。セキュリティに関して技術系企業にとって Google ほど優れたソリューションはないでしょうから、最初から堅牢で高度なセキュリティを備えた環境を実現するために Google クラウドを採用しましたと。で、ブロックチェーンを主流にということで、Google のクラウドソリューションは私たちのサービスを構築して監視するための信頼性の高いインフラを提供してくれますと。で、現在では自動化が進み、数分以内に新しいテストネットワークを立ち上げることができますと。で、一度設置すれば接続されているどのチェーンと、チェーンネットワークともすぐに、統合でき、デジタル資産とその情報をですね、自由に行き来させることができるようになりますと。また、Google クラウドは当社のシステム環境が世界22の地域で利用できることを確実にしてくれますと。で、万が一この地域のどこかで何があっても、何かあっても数分以内に復旧できると確信していますと。
で、この GKE は自社の開発した拡張用コンテナアプリケーションの導入管理及び拡張を行うための管理環境を提供しますと。で、また、コンピュータエンジン、をですね、利用して、必要に応じて、短時間で人工知能を起動できるため、エンジニアリングチームの日常業務の負担を軽減してくれますということですね。で、私の最初の仕事の一つは、フレアのテストネットを1ヶ月以内に立ち上げることでしたと。で、Google クラウドが重い作業や初期設定を取り除いてくれたので、私はテストネットワークの微調整に集中することができましたと。で、続いて政府機関及び金融機関レベルのセキュリティということで、Google クラウドは政府及び金融機関レベルの認証を複数取得しており、環境の安全性、セキュリティ及び監視を保証してくれてますと。で、彼らは、いくつかのレビューで私たちを助け、私たちのシステム全体のパフォーマンスを向上させる方法についてアドバイスをしてくれましたと。で、Google クラウドの信用のおかげで支出を最大限に、抑えることができましたと。これはスタートアップ過程を進め、成長しながら様々な製品やプロジェクトをテストする際に非常に重要なことですと。で、環境の堅牢性とセキュリティは、フレアが他のネットワークからの価格と状態の両方を使用して、アプリケーションを構築するための信頼できるベースであるという確信を、開発者コミュニティに与えてくれてますと。で、次のステップアップとしては、フレアのすべてのチェーンと接続型チェーンの最新の公共 API をGoogle クラウドマーケットプレイスに導入して、当社のネットワークテクノロジーサービスへの参入障壁を下げることを検討していますということですね。で、続いてメタバースへの進出ということで、私たちのビジネスはまだ始まったばかりですが、これは Google クラウドとの長期的なパートナーシップだと考えていますと。例えば私たちは最近ユーザーとその資産が異なるメタバースエコシステム間を自由に移動できるようにする、メタバースプラットフォームとの提携を発表しましたと。これ多分メトロポリスワールドのことですね。で、これは画期的なプロジェクトで Google クラウドと協力して、このプロジェクトやその他の素晴らしい活動を、将来的に市場に投入することを楽しみにしていますということがね、本記事になります。で、フレアのね、ツイートの方もありまして、フレアを Google クラウドテックでメインストリームに私たちはコネクトエブリシングへの旅で、Google クラウドとパートナーになれたことに興奮していますと。次のステップ API ポータルから、Google クラウドマーケットプレスにフレア API を展開して、私たちのネットワークとサービスにもっとアクセス性を、もたらすことということですね、配信をされてます。まあ、結構ね、でかいニュースに、なってくるかと思います。Google っていうとね、もう皆さん、誰でも知っているような企業になります。で、続いてですね、フレアは集中型ネットワークではなく、個々のノードでサポートされているのではということで、これね、当然出てくる疑問かと思います。フレアは分散型と言ってるんですけども、今回ね、その Google クラウドのパートナーシップになるってことは、あくまでも Google クラウドに、依存するのでね、Google がに依存してしまうってことですね、この質問、が出たのかと思います。で、もちろん誰でもメインネット上でノードを、誰でもね、メインネット上でノードを運営することができますと。で、フレアは独自のノードやバリデータをいくつか保有しており、Google クラウドの大規模なインフラを駆使することで、このパートナーシップは今後さらに発展する可能性を秘めていますと。だから大元は基盤として Google クラウドっていうものを利用するけども、その上で、誰でもね、メインネットで、ノードを運営することができるといった形で説明されております。で、Google クラウドとの統合はソングバードにも、適用されるのでしょうかということで、その可能性はあるということですね、答えられています。で、またですね、こちら最後になります。11月3日、Google といえば、私は真っ先に通信制御を思い浮かべますと、ガラが自社のノードネットワークを使ってクラウドサービスに移動しないようにしているのを評価できますということで、Google クラウドは私たちがインフラの一部とセキュリティ対策に活用しているクラウドサービスですと。ではまた、テスト環境や他のフレア統合チェーンとの接続にも役立ちますと。で、Google をどう思うかは別として、ある程度伸びしろのある有益なパートナーシップだと思います。同社のクラウドホスティングサービスは業界で最も、評価されているサービスの一つですということでね、解説をされてます。だからね、今回のその Google と、提携してしたというね、パートナーシップね、クラウドと協力するってところが、そのフレアの分散型と、どうなるのかっていうのはね、ちょっとね、注目して見てくることは必要かと思います。やっぱね、新興企業というか、スタートアップの企業っていうのはね、最初はね、どこかの媒体をね、使うっていうのは、出てくるかと思います。力がね、最初はね、スタートアップ時はないので、例えば大企業とかであれば、自社サーバーを置いてね、自社サーバーを自社で置いて、で、イントラネットっていうんですけども、自社でクローズを
された、サーバーとかを利用して他の外部とは接続を一切立ってですね、情報のやり取りとかメールとかやったりとするっていうことはできるんですけども、やっぱりね新興企業っていうのは、他をね他社を使って例えばコミュニケーションのやり取りに LINE を使用したりとかね、業務を進めるにあたってチャットワークを使ったりとかって外部に依存するって部分っていうのは出てくるかと思いますので、そういった内容、そういった意味での Google クラウドとの提携になるのかなと思っております。ただ分散型っていうところにね影響するのはどうかなと思うんですけども、Google がねどうにかなるっていうことは考えづらいんですけども、その分散型っていう点ではね、今後もちょっとまた注目してね見ていきたいと思います。はい、ここまでがね直近の情報になります。僕の方でですね、フレアネットワークス関連、あとは DAPS 関連ですね、FLR ファイナンス、オラクルスワップ、パンゴリンデックスだったり、あとはリップル関連、あとは SEC 関連、すべてですね、情報の方毎日精査して動画の方を配信しております。できるだけ動画の方もね、毎日アップできるように頑張っておりますので、よかったらまたですね、次の動画も見ていただければと思います。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安さん流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね元記事の一番下スクロールしていただいてプレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にねお友達追加していただければと思います。あとはね今回の動画の内容でねちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね聞きたいことございましたら LINE の方からお問い合わせいただければ僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。